いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はマイクロジグからメタルジグまで重さ別に見る投げ方の完全講座というテーマでお届けします。ジグの重さによって飛ばし方が変わるって意識されたことはありますか？同じような投げ方をしても飛ぶジグと飛ばないジグがありますよね。それもそのはず、重さが違えば空気抵抗の受け方もロッドへの負荷もラインの放出具合も全部変わってくるんです。今回の動画では 3g から 60g までのジグを使い分けるとき、それぞれにどう投げればよいのか、どんなフォームが飛距離を伸ばすのか、そして飛ばない時の原因や NG 行動も具体的に掘り下げて解説してまいります。本日の結論です。ジグの重さに応じてフォーム、力加減、タックルの調整が必要。本日の目次です。マイクロジグ 3g から 7g、軽さと空気抵抗に打ち勝つ投げ方。ライトジグ 10g から 20g ロッドのしなりを使った飛距離アップ法。ミドルジグ 25g から 40g、竿の反発力でジグを飛ばす基本フォーム。ヘビージグ 50g から 60g、力任せは NG、フルキャストの注意点。重さ別、飛距離の比較と飛ばない時の原因。ジグが飛ばない5つの NG 行動。投げ方講座、まとめとアドバイス。それでは順に見ていきましょう。マイクロジグ 3g から 7g、軽さと空気抵抗に打ち勝つ投げ方。まずは 3g から 7g のマイクロジグから見ていきましょう。この軽量なジグはアジングやメバリングでよく使われますよね。ただ、軽いがゆえに空気抵抗に負けやすく、風の影響も受けやすくなります。遠投しにくいですが、代わりに近距離のピンポイント攻略に向いています。このマイクロジグを投げるときに大切なのは、フルキャストしようとしないこと。振りかぶって大きく投げようとすると、空中で減速してしまい、むしろ飛びません。ロッドのしなりも7割程度に抑えつつ、コンパクトかつスピーディーに振り抜く。そうすることでジグにしっかり力が伝わり、意外とよく飛ぶんです。それからもう一つ、ラインは補足しましょう。PE ラインであれば 0.35 から 0.65 くらいが理想です。ラインが太いとそれだけで空気を受けて飛距離が落ちてしまいます。ライトジグ 10g から 20g、ロッドのしなりを使った飛距離アップ法。続いて 10g から 20g のライトジグについてです。この重さ帯は実際の釣りでも一番使う機会が多いですよね。堤防、サーフ、鳩、どこでも活躍します。このくらいの重さになるとロッドの反発力を活かしやすくなります。つまりロッドをしっかり曲げてしなり戻りの力をジグに伝えることが大切。しなりを9割ほど使っても大丈夫です。投げるときは一度ためを作ってからスムーズに振り抜くこと。急に勢いよく振り抜くよりも反発力をためる感覚が重要です。また、飛距離を出したいときにはスナップやスイベルは極小サイズにするのも忘れずに。ほんの数ミリの抵抗が結果として何メートルもの違いを生むこともあります。着水直前には指でラインを軽く押さえると糸吹けを防止できて、次のアクションにもスムーズに移れますよ。ミドルジグ 25g から 40g、竿の反発力でジグを飛ばす基本フォーム。次は 25g から 40g。この重さになると、いわゆる青物ジギングや沖の根回りの攻略など本格的なシーンで使われます。このレンジではロッドとの相性が非常に大事になります。軽すぎるロッドで無理に投げると最悪破損の危険も出てきます。投げ方のポイントはロッドの胴をしっかり曲げて反発力を生かすこと。この時腕力で投げるのではなく、ロッドのしなり戻りの力を信じてあげましょう。100メートル以上の飛距離も可能になる重量帯ですので、リールは3000番から4000番の中型以上が安心です。ラインの巻き量も多めにしておきましょう。また、投げる角度はやや低めに構えると空高く上がりすぎず、風の影響を抑えられます。ヘビージグ
50g から 60g 力任せは NG、フルキャストの注意点。最後は 50g から 60g のヘビージグです。ここまで来ると完全にフルキャスト前提の重量級。ジグ本来の遠投性能を引き出せる重さです。ただし、ここでやりがちなのが力任せに振り抜くこと。これ、むしろ逆効果です。重さがある分、ロッドがうまく戻らず、ジグに力が伝わらないんですね。この重さを飛ばすには、いかに力を抜くかが大事。タイミングよくスムーズに振り抜くと、重みで自然とジグが飛んでいきます。スプールの状態やラインの量にも注意が必要です。巻きすぎるとバックラッシュしやすくなりますし、足りなければジグの放出を妨げます。ライン管理も遠投の基本ですね。重さ別、飛距離の比較と飛ばない時の原因。ここで重さ別に平均的な飛距離と飛ばない原因をまとめてみましょう。3g、20メートルから30メートル、ラインが太い、フォームが崩れてる。10g、40メートルから60メートル、ロッドがしならない、ため不足。30g、80から100メートル、ロッドが合っていない、振り抜きの角度ミス。60g、100メートルから120メートル、力み、リーダーの結束が弱い。このように重さによって必要な投げ方も飛ばない理由も違うんですね。ジグが飛ばない5つの NG 行動。ここではありがちなミスを5つご紹介します。力任せに投げる。ロッドが戻らず、むしろ失速します。ロッドとジグの重さが不一致。キャスト時にロッドに負荷がかかりすぎたり、逆に力が伝わらなかったりします。リールやスプールの汚れ、ライン放出がスムーズにいかず、途中で止まってしまいます。錆びたガイド、潮紙の放置、摩擦で飛距離がガタ落ちします。月一のお手入れをお忘れなく。風向きと投げる方向がずれている。横風に煽られてジグが流されます。できる限り風下に投げるように意識しましょう。投げ方講座まとめとアドバイス。ここまでご覧いただいていかがだったでしょうか。重さによって投げ方を変える。それだけで飛距離も釣れる範囲も超過も大きく変わってきます。ぜひ今日ご紹介したポイントを長考前に思い出していただいて、一投ごとに今の投げ方当てたかなと振り返る習慣をつけてみてください。軽いジグはコンパクトに速く、中量級はロッドのしなりを信じて、重いジグは力を抜いて竿に任せる。この3つが飛距離アップのキーワードです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回はマイクロジグからメタルジグまで重さ別の投げ方講座をお届けしました。釣りはただの力仕事ではありません。風、潮、タックル、そしてジグの重さ、すべてを読んで合わせて投げる。そんな奥深さがあるからこそ釣りって楽しいんですよね。釣りって学べるでは、こうした理論と実践の橋渡しをこれからも続けていきます。ぜひチャンネル登録と高評価で応援いただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。